皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは本日の株式相場を賑わせたビッグニュース、自動車業界の再編について経営難に苦しむ日産、そして以前経営難に苦しんでいて日産の傘下に落ち着いた三菱自動車、この両社に対しホンダが経営統合をするという話題。これによって日産は寄り付きから取引停止、ストップ高となっていましたが、話題自体は新しいものではなく以前からマーケットの中で耳にするような話ではありました。これが具体的に進んでいくのかという点、今後自動車業界の株式投資をするにあたってどのようなポイントを注目していけばいいのかというのをまとめていきたいと思います。また5番に入ってこの経営統合の話題に横やりを入れてきた企業がありました。台湾のフォックスコン、経営難に苦しむ日本企業、例えばシャープを買収するなど、皆さんもご存知の通り半導体の製造で大きくなってきた会社ですが、ここが急遽日産の買収を検討しているというような記事も出てきましたので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。それではまずは今回の経営統合によって世界の自動車シェアがどのように変遷していくかというのをグラフでご覧いただきたいと思います。自動車の世界販売台数2023年における各社のランキング、1位はトヨタで1123万台、2位がフォルクスワーゲンの923万台と、そしてホンダは7位の398万台、日産が8位の337万台となっています。そこに傘下の三菱自動車が78万台で加わると一番右側の813万台となり、世界シェアではトヨタ、フォルクスワーゲンに次ぐ第3位の自動車メーカーと事業規模の拡大が見込める状況になっています。今回の経営統合においてメリットの一つと言われるのがこの事業規模の拡大ではありますが、一方で今回の経営統合を皮切りに自動車業界、他の企業においても再編が行われる、そのような期待がマーケットでは一部憶測を呼んでおり、例えばトヨタ傘下のマツダ、あるいは経営的に少し苦しい日野自動車なんかも株価は本日大きく上昇しております。一方で今回の経営統合の話題についてマーケットの関係者はどのように捉えているか、例えばクイックマネーワールドの記事ですと、先ほど申し上げた通り、新しいニュースというわけではなく、以前から話題にはなっていましたので、ワクワク感がない、シナジー効果が不透明といったような捉え方、具体的に各社のメリット、デメリットを考えると、最もメリットを受ける企業というと、やはり日産。経営が厳しい状況ですけれども、救済の効果が短期的に期待できる。一方、ホンダにとってはもともと業績好調ですので、短期的には株式取得にかかる資金流出がデメリットにはなってきますが、長期的な観点ですと、自動運転を含む先進技術の導入、この負担の軽減に期待というふうに捉えられています。しかし、この抽象的な表現、これが実際に長期的に実現できるのかというのは、また別の話。一部では懐疑的な見方も多く、まず電気自動車 EV に関しては、統合しても米中に対して覇権を握ることはできないと。そして最も恩恵を受けると思われる日産に関しても、ファンダメンタルズ的に良くなるというわけではないと厳しい見方をしている関係者もいるようです。また今回の経営統合に関しては、自動車業界という日本においてトップの業界、そこで大企業同士の話題となりましたので、自動車業界の再編、そしてその業界にとどまらず日本株全体で同じような動きが加速することを期待するといったような、少し飛躍気味な捉え方をしているコメントもありました。一方で今回の力関係、時価総額で見てみますと、ホンダが1とした場合、日産は 0.2、三菱自動車は 0.1 以下となっているため、今後話題の中心となってくるのはホンダの立ち振る舞い、具体的に経営統合の話が進んでいくといったような、ホンダのリーダーシップが発揮されればポジティブに捉えられますし、やはり経営統合は難しい面が多いかもなといったようなマイナスの方向に話が進むようであれば、日産、三菱自動車にとっては厳しい展開になってくると考えられます。またシナジー効果、最後にまとめでも申し上げますが、ソフトウェアの開発費の削減などを想定しているということですので、このあたり具体的な内容、自動運転を含むものなのか、長期的な業績を考えるにあたっては、ホンダの捉え方というのが非常にポイントになってくると思われます。それでは具体的に両社が経営統合した場合の販売状況、あるいは財務状況についてグラフでご覧いただきますと、こちら。まず販売状況ですけれども、地域別の販売比率、分散効果ですね。一つの地域に、例えば中国など偏っていると、そこの国の景気が後退した時に大きな打撃を受けてしまうと
なるべく分散されていた方がいいというような、株式投資と同じようなニュアンスですね。そして右側に関しては、地域ごとの販売集中度合いを他社比較したものになってきます。そうすると左側、まずホンダ、日産、そして経営統合した場合の地域別の比率がこちら。一番多いのは北米、そして濃い緑の中国ですね。日産は一部ヨーロッパにあるルノーとの共同関係がありますので、そのあたりの影響を踏まえると、経営統合した場合はホンダにとって少しヨーロッパの反角が進むという状況ではありますが、一目ご覧いただいてお分かりかと思いますが、ほとんど比率としては大きな変更はないといったような状況。この点において、経営統合によるメリットというのはあまり大きなものを見込めなさそうという状況です。そして、分散効果を他社比較した場合においても、こちら赤の枠で囲っているのが、日産とホンダ、そして統合後のポジションですね。統合すると右側に推移するというのは、横軸販売台数というのが、先ほどご覧いただいた通り、トヨタが1000万台を超える。そしてフォルクスワーゲンが900万台。新会社として生まれる日産、ホンダの合計というのが800万台ということなので、右から3番目に位置するという状況ではありますが、縦軸分散効果という意味では、ほとんど上にも下にも行っていないと。つまり地域別の販売比率というのがほとんど変わらないよという意味を示しています。とはいえですね、上に行けば行くほど特定の地域に集中している。例えば、ゼネラルモーターズはアメリカという地域に集中していますので、一番上にポジションされていますけれども、総じてですね、黒丸、日本企業の自動車メーカーというのは、大体集中度合いで言うと2000から3000の間をプロットされている。唯一トヨタだけが分散効果が効いていて2000を下回るポジションと、圧倒的王者というところですね。ですので分散効果があまり得られないというのは想定範囲内かと思われますし、そこまで悲観的に捉えることはないかと思います。続きまして財務状況の詳しいデータを単純合計してみますと、こちら。左側がホンダ3年間、真ん中が日産の3年間ですね。それらを合計したのが一番右側の3年間になりますが、まず一番上、売上高をご覧いただきますと、ホンダと日産でだいたいホンダが日産の 1.5 倍程度の売上高になっているというのがお分かりいただけると思います。一方で営業利益に関しては、日産が圧倒的に小さな数字になっており、特に24年3月期に関しては赤字となっています。マイナスの250億円と、特に経営困難な状況が顕在化した年度ですね。もともと利益率はとても低く、経営難が長らく続いていますが、営業赤字に転落したという年になっていますね。また中ほど EBITDA 本業によるキャッシュインフローの数値、そしてそのマージンですね。売上高に対する EBITDA の比率をご覧いただきますと、左側のホンダは業績好調ですので 10% を超える水準ですが、右側の日産に関してはせいぜい 4-5%、前年度に関しては 2.8% と、売上高に対して本業からのキャッシュインフローがほぼない状況になってしまっています。これをですね、単純合計経営統合するとどうなるか。当然、昔中学校で塩素濃度の違う水を混ぜた時には、だいたい中央値の比率になるといったような概念と同じように、この両者の真ん中程度、7% から 8% に落ち着いてくると考えられます。この数字自体がいいのか悪いのか。日本企業全体ですと 8.3% が平均。自動車業界ですと 8% 後半から 9%、トヨタが一部引き上げてるとは思いますが、そういった状況ですので、少し業績の悪い日産に引っ張られて、平均よりも悪い数字になってくるといったような状況ですね。ですので、統合によってそれ以上のメリット、シナジー効果が得られるというような状況でなければ、長期的には苦しい目線になってきます。それでは株価反応を交えながら、具体的に狙っていきたい銘柄、やはり考えていきたいのは、第一報の反応を取れなかった場合に、この話題において、今後どのような投資戦略を練っていきたいかということですね。まず当事者の3社ですけれども、日産と三菱に関しては、救済される側ですので、15% 前後の株価上昇を記録している一方で、ホンダに関してはマイナスの 5% と、1週間の株価推移だと大きく劣後している状況です。ですので、以前からホンダの日産に対する救済というのを信じて、日産あるいは三菱を持っていた方ですと、この上昇恩恵が得られたかもしれませんが、とはいえですね、長期的に日産の株価をご覧いただきますと、かなり大きな右肩下がりの推移になっていますので、今回のニュースによってプラスになっているかどうかという点では、焼け石に水といったような株価上昇かもしれません。では今後どのような銘柄見ていけばいいかと言いますと、例えばですが、救済される日産自動車の下請け企業ですね。
日産車体、火災工業、エフテックなどが挙げられますが、本日の株価反応をご覧いただきますと、それぞれ大きな上昇を見せている中でも、火災工業に関しては日産を上回る上昇率となっています。こういったですね、自動車メーカーの下請け企業、サプライチェーンの二次的な中小型銘柄というのが、今後の反応としては狙い目、さらに株価反応としても流動性が巨大メーカーよりは一段落ちるということで、上昇の時には大きな恩恵が得られそうです。また先ほど財務データのところでキャッシュの話が出ましたが、ホンダにとっては投資案件、日産にとっては救済案件ということで、格付け会社による両社の今後の見通し、例えば EBITDA マージンと格付けの関係性、他社比較でご覧いただきますと、日産が一番左、WB プラス、ホンダは右から3番目のシングル A マイナスですね。一定程度のトレンドがある。例えば EBITDA マージンが 5% 台だと WB、BBB の境、一方で 10% を超えてくるとシングル A 以上になってくるといったような傾向。これに対し、フリーオペレーションキャッシュフローの売上高比率でご覧いただきますと、ご覧の通り日産に関しては WB プラスではありますが、赤字転落しているということもあり、トレンドからは一つ下に抜き出てしまっている。はっきり言うと WB プラスでも過剰な評価であるということです。これがそれぞれ経営統合するとどのようなポジショニングになるかと言いますと、実際ですね、格付け会社が新たな会社にどの格付けを付与するかというのは分かりませんし、単純に日産とホンダの真ん中に来るかもしれませんが、不確定要素ですので、一旦日産のところにプロットされているという状況ですね。ですが、トレンドの範囲としては、日産と同格の WP プラス、ここに判断を据え置かれてもおかしくはないポジショニングになっています。つまり、財務状況的に日産が救済されるというような状況ではありますが、キャッシュの面から考えたときに、本当に救済に当たるのかというのが疑念。先ほどマーケット関係者のコメントにもありました通り、このあたりが少し懸念されているようなポイントかと思われます。一方でですね、他の指標、例えば負債が EBITDA にどれくらいの倍率で保有しているかというのを格付けごとにご覧いただきますと、こちら。実際、日産は負債が多いですが、ホンダによって少し改善するということで、この茶色のプロットとなると、トレンドとして右肩下がり、負債は少ない方が格付けとしては上がってきますので、このデータで見ますと、WB プラスから少し右側にシフトしていってもおかしくはない。例えば、BBB マイナスから BBB あたりまでは可能性として考えられるといった状況です。ということで、駆け足にはなりましたが、当事者間における懸念点、あるいは長期的な投資目線では、ポイントになってくる一番の要素、ホンダのメリットについてですね、日産は確実に救済される側ですので、嬉しいですけれども、ホンダの株を持っている株主にとって、どのように考えていけばいいのか、メリットがあるのかというポイントですね。具体的には EV あるいは自動運転などの今後の自動車業界における新たな発展で、米中に商機があるのか、そしてコストの面でシナジー効果、節約ができるのかというポイント。具体的なソフトウェアのシナジー効果というのはどのような想定でされているのか、例えば自動運転なのか、最近はソニーなども参入してきていますので、そのあたりに買ってくるのかというところ、そういった経営統合における具体的な内容、ホンダのメリットと、当案件に関して直接的に今後見ていかなければいけないのが、冒頭で出てきた本杯ですね。横槍を入れてきたと申し上げましたが、5番に入って14時頃に本杯が日産に買収の意向を伝えるといったような、ホンダによる経営統合のニュースが出て慌てて行動を起こしたと、そういうふうにも捉えかねないような状況になっています。こうなるとですね、やはり日産は救済されるという意味で、さらにより良い状況になるというのも、もし取り合いが発生するとなると、買収価格というのはどんどん競争で釣り上がっていきますし、野球選手の FA みたいなものですね。引く手あまたになればなるほど、株価としてはウハウハになっていくと。それが皆さんの投資価格に見合うような買収価格になるのかというのはまた別問題ですが、こういった横やり本杯の動き方というのも今後見ていく必要があるポイントになってきます。ということで、私も小さい頃から日産の自動車に乗っていましたけれども、長らく買い替えることなく20年近く乗ったということで、ショッピングモールの駐車場でワンフロア上がるような坂道すらもアクセルをベタ踏みして前に進まない、なんなら後ろに下がってしまいそうというような非常に車としてやばい状況にはなっていますので、次車を買い替えるときは日産以外にしようかと考えているところです。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。